こんにちは、かなみです。今回はダブリン空港のターミナル1の出発ロビーから保安検査後のお土産載っている場所、また飛行機が到着してから到着ロビーまでをご紹介しようと思います。これを見ればダブリン空港に行く前に空港の全体像がわかるので、利用する際の手助けになればいいなと思います。早速ですが、まずは出発ロビーから。この日はオーロラの観光地であるフィンランドのロバニエミに行くために朝7時40分発の航空券を購入して、朝5時頃ダブリン空港に到着しました。ライアンエアーを利用する際、朝の便は安いことも多くて、私は朝によくダブリン空港を利用するんですけど、この時間にしてはいつも人多いなって思ってます。ちなみにライアンエアーのカウンターは荷物も一緒に預けられるところとチェックインだとかだけできるところの2カ所あります。基本的に日本人はパスポートのチェックをしてから搭乗券が発行されるので、荷物を預けなくてもライアンエアーのカウンターに行かなきゃいけないのがちょっと面倒です。あとライアンエアーのカウンターはそういったことからか結構並んでいることがあります。私もちょっと混んでいた時は30分ほど並んだ経験があるので、ライアンエアー利用する方はできればちょっと早めに空港に行くことをお勧めします。時期によってはもっと並ぶこともあるかもしれないので。ちなみに私は国際線に乗り遅れてすごい悲惨な経験をしたので、必ず空港には3時間前に到着するようにしています。それでもやっぱりバスの遅延とかで1時間遅れたこととかもあるので、とにかく早めに行きましょう。ダブリン空港自体が結構コンパクトな方なんですけど、一応2階には少し飲食店があったりとかしてまったりすることもできます。日本でもおなじみのバーガーキングだったりとか、あとはちょこちょこお店が入っているフードコート、そして奥の方にはスターバックスなどがありました。きっとダブリンでしか買えないダブリンデザインのスタバマグを発見しました。スタバのマグですらやはり雨が降っていますね。でも可愛いのでちょっと買おうか悩みました。これは保安検査待ちの列なんですけど、個人的な経験談としては朝は並んでるイメージがあります。保安検査を通過してお土産ゾーンです。コンパクトな空港なので、そもそものお土産屋さんの数とか多いわけではないんですけど、それでもね、朝からこれだけお店が開いているんだったら時間つぶしとかは結構できるんじゃないかなって思います。ちなみに空港内には給水器があります。なので保安検査前にガブッと飲んだ水のペットボトルを捨てずに取っておくと、ここで水汲んだりできるので、ぜひぜひ捨てずに持ってくることをお勧めします。お土産ゾーンを抜けると飲食店ゾーンに入ります。この左手にあるベーカリーはいつも美味しそうなパンが並んでてそそられるんですけど、なかなかの値段がするので、なるべくスルーするように頑張っていつもスタスタ歩いてます。でもね、このお店で1回だけアイリッシュブレックファーストをオーダーして食べたことがあるんですけど、値段も普通だったし味は美味しかったのでおすすめです。あとは私はブラックプディングよりもホワイトプディングの方が好きで、ブラックをホワイトに変えられるかって言ったらそれも対応してくれたりしてとても良かったです。一応ね、2回もあって、そこにはまたまたバーガーキングがあったりとか、割とねダブリン空港内それなりに充実しているかなって感じです。さて、いよいよライアンエアに乗ってロバニエミに行ってきます。ただいまダブリン。
ライアンエアは基本空港の入り口まで歩いていかなきゃいけないので、晴れてる日は大当たりです。ここからは入国審査の部分だけカットして、到着ロビーまでの道のりを倍速でお届けしていきます。ここもねターミナル1なんですけど、長いんですよね、到着ロビーまでの道が。ダブリン空港からコークに帰ろうって思うと、絶対にバスのね予約をしないといけないんですけど、そのバスの予約もね当たり前だけど時間があるから、飛行機が遅れたりとかするとめちゃくちゃヒヤヒヤするんですよ。もうそういうことが何回もあったんですけど、でそれで実際に飛行機が30分ぐらい遅れたことがあって、このすごい長い道のりをめちゃくちゃ走ったことがあります。走って実際に到着ロビー着いたら、目の前でバスが行ったんですね。この長い道のりがあるからこそ、走ったら間に合うかなって思って結局間に合わなかったっていう感じなので、個人的にこの長い道のりはトラップだなって感じがします。この長い道のりを抜けたら手荷物受け取り所です。ライアンエアは割と追加料金が取られる航空会社なので、結構ねバックパックだけで来てる人も多いです。私もねバックパックだけなので、このままゲート通過して到着ロビーに到着です。到着ロビーはねちょっとした軽食の食べれるお店があったりとかするぐらいで、特に紹介するとかはないんですけど、一応どんな感じかなっていうのをお見せします。ダブリン空港の個人的に好きなところは、到着ロビーを出たら特にね階段のね上下もなく、そのままバス停に直行できるところです。バス停目の前にあるので迷わず行けます。私はダブリン空港からコークに戻るので、いつもエアコーチかシティリンクを利用してバスで3時間かけて戻ります。エアコーチのチケットカウンターがこのバス乗り場にもあるので、当日券を買えるとは思うんですけど、でもね時間帯にもよるとは思うけど、混んでることの方が多いかなって思うので、確実にね帰れるためにもちゃんと事前に予約をしていった方がいいと思います。オンラインで簡単に予約することができます。バス待ちの時間が雨の日は結構苦痛です。そんなこんなでこのチャンネルではアイルランドの留学情報をお届けしていくので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると励みになるのでよろしくお願いします。コメントもあると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。